これは君の物語。どのルートを選びますか？広大な王城の大広間には冷たい空気が流れていた。王国中から魔族による侵攻が報告される中、一人の戦士が王の前に膝をついている。表を上げよ。王の声は弱々しいながらも、どこかに使命感は残っているようだった。お前には、この国の未来がかかっている。大臣が男に地図を渡し、北の山岳地帯を指さした。ここで被害報告が多発しておる。これを解決してきてくれ。お前以外に託せる者はもういないのだ。戦士は無言で立ち上がり、その鋭い視線を王へ向ける。彼の答えは言葉ではなく、鎧の音と剣を握り直す仕草で十分だった。戦士は川沿いの村から船で北上することにした。道中、城下町付近では見たこともない魔物に遭遇する。魔術を使ってきたので、かなり知性の高い魔物なのだろう。いや、魔族と言っても良いのかもしれないが、理性がそう呼ぶことを否定していた。戦士が到着した時には川沿いの村は見たこともないような爪痕に、広範囲の焼け焦げた跡で荒れており、住民はすでに村を放棄しているようだった。おーい、誰かいるか。変わり果てた村には生存者の姿は見えなかった。だが、戦士はわずかな鳴き声を聞き取った。瓦礫の下から鳴き声が聞こえている。待ってろ、今出してやる。瓦礫を手で押しのけると、地下室が現れた。どうやら地下室に逃げ込んで埋もれてしまったようだ。崩れた天井と壊れた棚で埋もれていたが、戦士は慎重に瓦礫を取り除いて、中にいた子供に手を伸ばす。怖くないぞ、もう大丈夫だよ。戦士は優しく声をかけ、子供を抱き上げた。子供は泣きじゃくりながら、魔物が、魔族が、お母さんが、お兄ちゃんが、と告げた。戦士は子供を安心させるように、握りしめた手に力を込めた。大丈夫、もう大丈夫だからね。子供を救出した後も、戦士は瓦礫の中を歩き続けた。耳を澄ましても、風の音と川の流れ以外は何も聞こえなかった。瓦礫を動かすたびに、村人たちの痕跡を目にする。崩れた壁の下から見える手や、焼け焦げた家に残された影。それらは魔族の集結がどれほど無慈悲だったかを物語っていた。一度城へ帰還して、王へ報告をしなければ。王城へと帰還した戦士は救出した子供を衛兵へ預け、すぐさま玉座の前に立った。陛下、川沿いの村が壊滅していました。生存者は子供が一人のみです。魔族の動きが活発化しています。王は眉間に深いシワを刻み、玉座でしばらく考え込む。そして、重々しく口を開いた。その報告を聞いて、思い当たることがある。魔王は復活しつつあるのかもしれん。王はさらに続ける。かつて魔王を封印したという伝説を知っているか。討伐したのではなく、賢者と勇者が力を合わせて封印したのだ。だが、その封印が弱まったとすれば、魔族の動きにも説明がつく。地下の魔法使いたちに相談するのが、魔術に詳しいといえばあやつらだろう。王はそうとだけ告げ、考え込んでしまった。戦士は地下で魔法使いたちと対面し、王からの話を伝える。すると魔法大臣は王からの手紙を手に取り確認した。
封印の話は確かだ。ただそれを行うには失われた知識を取り戻さなければならない。この城の東の森の奥深くにある古代図書館に行けば当時の記録があるはずだ。そうそう、これを持っていけと戦士は銀縁メガネを受け取った。このメガネがあれば結界の中にある図書館へと入れるということらしい。そして戦士は古代図書館へと向かうのだった。戦士は東の森の中にやってきていた。こんなところにそんな建物なんかあったか。この森は戦士が若かりし時に何年も修行を行っていた場所だったのだ。当時の記憶を懐かしがりながら魔法大臣の言う通りに総体育のほどにやってきた。戦士は疑いながら銀縁メガネをかけてみた。するとそこはすでに図書館の中だったのだ。これは驚いたな。本当にそこは不思議な空間だった。ありとあらゆる記録が記されていたのだ。どういう仕組みなんだ、魔術のことはわからんな。そう言って魔王を封印した当時の記録を探し回っていった。こんなものだろうか。それらしき記述のある本をカバンに詰めて戦士は古代図書館を後にした。戦士は古代図書館で発見した封印術について書かれていると思われる書物を魔法使いたちへ届けた。即座に魔法大臣を中心とする魔法使いの会議が始まった。そして実の内容が解析されるが結論は厳しいものだった。封印対象が完全に顕在化していない場合には封印が成立しない。現状で復活していない魔王は封印させることは不可能だ。会議室は重苦しい沈黙に包まれるが一人の若い魔法使いが口を開いた。では一度魔王を復活させてから封印するというのはどうでしょうか。その提案に全員が驚きざわめきが広がる。そんなことをすれば魔王の力が解き放たれてしまう。しかし他に方法がないのも事実だ。議論は混乱し方向性を見失っていた。その時戦士が静かに口を開き提案する。儀式を行っている連中ごと封印してしまえばいいんじゃないか。全員が驚きの表情で彼を見る中戦士は続ける。文献には広域封印術の記載もあった。それを応用すれば儀式を行っている魔族ごと封印できるんじゃないか。その言葉に魔法大臣が深く考え込み、理論上は可能じゃが実を大規模に再構成する必要があるなと応じる。魔法使いたちはその案に基づき議論を始め会議は次第に活気を取り戻す。触媒の大きさはどのくらいだ。実を重層的にすることで長期間維持できるかもしれない。魔法使いたちは次々とアイデアを出し合い最終的に多くと白樺の苗木を使った広域風結界を用いて儀式が行われている場所そのものを封じ込めるという計画をまとめ上げた。魔法大臣がこれが我々の答えだ。魔王の封印地と伝えられている北の祠ごと封印することで魔王の復活を阻止すると作戦をまとめたのだった。戦士は力強くうなずいた。戦士が率いる封印部隊は北の祠で行われているであろう魔王復活の儀式を阻止するために広域風結界の発動作戦に挑むこととなった。戦士は兵士と魔法使いたちを率いて険しい山道を越え魔族の襲撃を退けながら進む中部隊の緊張感は増していく。やがて彼らがたどり着いた北の祠では不気味な光が漂い魔族たちが復活の儀式を進めていたのだった。不完全ながらも魔王の影が祠の上部に現れつつあり残された時間は少ないことがはっきりしていた。急げ苗木を配置するんだ。戦士の指示で部隊は迅速に動き始めた。祠の四隅に多くの苗木を植えその間に白樺の苗木を配置して結界の核を形成した。魔法使いたちは魔法を詠唱し始め兵士たちが苗木に水を注ぐ。詠唱が終わると力が覚醒し始める。地面が光り結界が祠全体を包み込む。しかしその瞬間魔族たちが飛び出してきて結界の破壊を試み部隊に飛びかかってきた。全力で守り抜け戦士は剣を握り結界を守る戦いに挑む。
激しい戦闘が続く中、魔族の猛攻が一層激化していく。戦士たち防衛班を負傷しながらも盾となり、結界班の術式を完成させる時間を稼ぐ。防衛班は重傷を負いながら戦い続け、最後の力を振り絞って苗木を守っている。結界の発動はまだか、彼の実況とともに魔法使いたちは術式影響を終え、貿易風結界がついに完成した。多くの苗木は強固な防壁を形成し、白樺の苗木が浄化の光を放つ。その力は魔王の影を吸収し、復活の儀式を行っていた北の祠ごと完全に封じ込めたのだ。祠は静寂に包まれ、苗木が急速に成長して神秘的な森となった。多くの力強い幹が防壁として立ち、白樺の白い枝が輝きを放ち、封印を守る象徴となったのである。祠にいた魔族は結界に封じ込められ、外にいた魔物は退散していった。戦士は剣を地に突き刺し、傷だらけの体で膝をついた。これで人間族の危機は去った。仲間たちは肩を貸し合いながら近づき、成功を喜び合っている。柔らかな風が森を吹き抜け、葉がざわめく様子はまるで世界が感謝しているようだった。彼らは森を後にしながら一つの誓いを胸に抱く。森を守り続ける限り、未来は切り開ける。魔族がいなくなったわけではないが、今日勝利の日として暦に証を刻もう。北の祠に広がる森は、封印の象徴として人間族の平和を見守り続けるのだった。あなたの選んだ道がこの物語を紡ぎました。この冒険もいくつかの物語の中の一つ。でもあなたの選択がなければこの世界は生まれなかった。これからもあなたの決断で運命を変えていってください。物語の外でもあなたの旅が実り多くののでありますように。ではまた次の物語で再びお会いしましょう。楽しみにしています。何か妙だが、祠が近いからなのだろうか。疲労と焦燥感が彼を蝕む中でも、彼はその違和感を振り払おうと必死だった。戦士はついに北の祠にたどり着いた。その周囲は意外なほどに静けさが広がっており、魔族の守りが薄くなっているように見えた。こんなに簡単に入れるのか。だが、奴らが油断しているのだ。好都合だ。彼は剣を握り直し、祠の地下へと進んでいった。祠の内部は異様に静まり返り、戦士はその近くへと慎重に歩みを進める。そして最深部へとたどり着いた彼は魔族のリーダーに待ち構えていた。よくぞここまで来たが、人間族の戦士よ。リーダーの冷たい声に戦士は剣を構えて答えた。お前を倒し、この儀式を止める。それが俺の使命だ。戦闘が始まり、剣と魔力が激しくぶつかり合い、戦士は猛攻を出し続けたが、魔族のリーダーは冷静な動きと強大な魔力によって攻撃をかわしていく。お前の力は見事だが、所詮は人間族の限界だ。リーダーは不敵に笑いながら、さらに魔力で戦士を追い詰める。戦いの最中、戦士は徐々に魔族の行動に違和感を覚え始める。この魔族、本気で俺を倒そうとしていない。何かを待っているようだ。その疑念が彼の頭をよぎり、魔族が祠の中央部を見た瞬間を見逃さなかった。戦いそのものが時間を稼ぐために利用されている。戦士は不安を振り払うように猛攻を続けていた。それでも、ここで止めなければならない。戦士は力を振り絞り、全力で切りかかっていく。祠全体が震え始め、中央部から黒い光が放たれる。すると魔族のリーダーは素敵な笑みを浮かべながら声を当てた。愚かな戦士よ、ここまで全てが計画通りだ。戦士は驚愕しながらも剣を構え続けたが、黒い光の玉が戦士を包み込んでいった。なんだこれは。戦士を覆った黒い光の玉は、
まだまだしい形状に変わっていく。そして魔王の姿へと変化したのだった。魔族のリーダーはひざまずき、低い声で語りかける。お帰りなさいませ、魔王様。長きにわたる準備が結実いたしました。その言葉が祠全体に響き渡り、魔王は冷酷に笑いながら宣言した。この戦士の体をよりしろとすることで、我が力は完全に復活を果たした。復活を果たした魔王はその圧倒的な力を使い、祠を中心地として地上に網を広げていった。人々の悲鳴が空に響き渡り、町や村が次々と闇に飲み込まれていく。希望だった戦士が魔王の器としてその存在を消され、人間族の未来が完全に奪われることになった。祠の中で剣は血に突き刺さっていた。その剣はかつて希望の象徴だったのだ。ほどなくして遠くの空に炎が立ち上るのが見えた。激しい方向とともに大地を震わす戦闘が始まっているのは明らかだった。ドラゴンが魔族への仕返しとして暴れ回っているのだ。あの巨体がこれだけ暴れるなら魔族たちの注意がそちらに向く。戦士はその隙を逃すまいと足を速める。谷を抜け薄暗い森を駆け抜ける間も戦場の音は一層激しさを増していった。このチャンスを逃せば魔族は再び体制を整えるだろう。彼は全力で北の祠を目指した。ドラゴンが暴れているおかげで祠周辺の魔族の守りが薄くなっている。祠の魔族たちもドラゴンへの対応に駆り出されたのだろう。戦士の勘が当たったのだ。戦士は慎重に祠の外周を回り込み侵入の隙を探す。そして祠の入り口が無防備になっているのを確認すると素早く中へ潜り込んだ。ここから先が本番だ。全てを深く息をつきながら戦士は剣を抜き地下へ続く道を進み始める。祠の奥深くで儀式は完成しつつあった。中心にはリーダーと一目でわかるほどまがまがしい魔力をまとった魔族がいた。戦士が足を踏み入れた瞬間、リーダーが冷たい笑みを浮かべながら振り返る。愚かな人間が一人で何をしに来た。だが歓迎しようではないか。お前を生贄にして儀式は完成となるのだ。お前が魔王を復活させようとしているのか。ならばお前を倒す。戦士は剣を構え直し全力で魔族のリーダーへ向かって突進する。魔族のリーダーは魔力を操り闇の力で戦士を迎え撃つ。祠の中で激しい攻防が繰り広げられる中、戦士は一歩も引くことはない。覚悟を決めた人間をなめるな。戦士の叫びとともに剣が輝きを放つ。魔族のリーダーを貫いた瞬間、祠全体が震え空気は静寂に包まれた。敵から溢れていた黒い魔力は無産し復活の儀式は崩壊する。残党は恐怖に駆られ次々と逃げ出していった。戦士は呼吸を整えながら外へと出ていく。勝利の余韻が彼の心に広がり、頬にこぼれる汗の感触とともに実感が湧いてくる。これで人間族は救われた。俺の剣が未来をつないだんだ。しばらくすると夜が明け始めた。遠くにドラゴンが飛び去る姿が見える。ドラゴンが軽く振り返るような素振りを見せた気がした。明るくなり空は青く晴れ渡っていた。どこか遠くから聞こえる鳥の鳴き声が新しい時代の始まりを告げるようだった。冷え切った風が吹き荒れる北方の山岳地帯。険しい山道の先に魔族の拠点とする荒野があると報告されていた。新聞を続けていた人間族の試練が待ち構える。もう少しで山道を抜けるというところで魔族に待ち伏せをされていたのだ。雨のように雨降り、落石で部隊が分断される形で道を塞がれてしまった。突然の強襲により兵士たちが慌てふためく。そこに戦士の冷静な指示が飛び、落ち着け、象で岩をどかすんだ。巨大な臓器兵たちは大岩をどかし、さらに前進し魔族たちを押し戻す。その勢いのまま荒野に出た。象の巨体が魔族を蹴散らし、牙の刃で敵をなぎ払う姿に兵士たちが奮い立つ。しかしその時、地響きとともに
強大なゴーレムが現れて魔族たちの歓声が上がる。この個体に打ち勝てるとでも思えるのか。族兵たちが果敢に突撃するもゴーレムの巨大な腕が振り下ろされ、地面を砕き族兵の進撃を拒む。ゴーレムの耐久力と破壊力に魔族のボルテージが跳ね上がった。戦士が魔族の進行を遅らせる任務に当たっていた。戦士が率いる少数精鋭の先発隊は森の中で奇襲を繰り返し、魔族の補給線を断ち進軍を混乱させていた。そして準備期間の2週間が経った。王は城の広場に集まった兵士たちの前に立つ。そして周囲を見渡し、力強く声を響かせる。我が民よ、我々は今最大の試練に直面している。魔族の計画を阻止し、人間族の未来を守るために立ち上がる時だ。私はお前たちの勇気と力を信じている。奴らは忘れているのだ、我々の団結力と誇りを。兵士たちにざわめきが起こり、徐々に士気は高まっていく。この戦いの先にあるのは苦しみではなく新たな未来だ。我々は勝利し、次の世代に平和を残すのだ。兵士たちは剣を掲げながら士気を爆発させ、王の言葉に応える。人間族の勝利のために。そして魔族の本拠地、北方の山岳地帯へ進軍が始まったのだった。北の祠に向かう途中で魔族がドラゴンを強襲していたところを目撃する。谷底に大量の魔物と数匹のドラゴンの残骸が威厳を失い広がっていた。そして最後のドラゴンに魔族の集中砲火が命中し、ドラゴンは墜落していく。山肌が鳴り響き、斜面が崩れていった。魔物の歓喜の叫びが聞こえてくる。戦士は目を潜めて観察を続けていた。どうやら魔族の勝ちのようだ。目的を果たしたのだろう。魔族は引き上げていく。戦士はドラゴンの様子が気になり、土砂崩れを起こした山へと向かう。そこには崩れた土の中からドラゴンの翼が出ていた。戦士が通り過ぎようとした時、ドラゴンが動き出し戦士がとっさに剣を構える。いくらドラゴンでもこの状態なら逃げ切れるな、そう思っていた戦士がドラゴンの意外な行動に驚いた。ドラゴンは土砂から抜け出し座り込むと、目の前の人間族に鋭い視線を向けながら横になったのだ。そしてドラゴンは言う。人間族か、この姿を侮辱するつもりならすぐに消え去るがよい。戦士は静かに剣を収め、毅然とした口調で返す。侮辱するつもりもとどめを刺すつもりもない。俺は魔族の企てを止めるために進んでいる。それ以上は関心がない。ドラゴンは少し目を細め、声を低めていった。魔族を止めるだと、奴らは俺たち竜族にも戦いを仕掛けてくるほど暴走している。多くの仲間が飼われてしまったお前たち人間族が魔族どもにかなうと思うのか。戦士は答える。全部を倒す必要はないだろう。魔族を先導しているリーダーだけを倒すのさ。俺と一緒に戦わんか。ドラゴンはしばらく沈黙し、翼を動かしながら答えた。俺が人間族に力を貸す理由がない。それにお前の顔を見ていると妙に苛立つ。あの時の勇者と呼ばれていたあいつとどこか重なる。そう言うとドラゴンは魔族の帰っていった方角へと飛んでいった。その姿を見送りながら剣を握り直し、彼もまたその方向へと歩き出す。敵の敵は味方、それで十分だ。魔物たちが荷物を運んだり周囲を警備している中、明らかに指揮を執っている魔族を発見した。その魔族は座りながら命令を出し、時折険しい表情で考えるような素振りを見せる。その威厳は群れの中心であることを表していた。あいつがこの部隊の指揮官だ、間違いない。魔物の数を数えた戦士が突入するには危険だと判断する。そして戦士は少しずつ風下へ迂回しながら警備の隙を探し始める。草むらに身を潜め、指揮官が単独行動になる時を待った。
どれくらいの時間が経っただろう。手下の魔物たちが荷物を運び出す作業の時に指揮官が群れから離れる瞬間がやってきた。一撃で決める心の中で決意を固め、茂みから抜け出した戦士は素早く忍び寄った。間近まで近づき剣を振り下ろす。魔族の指揮官は声を出す間もなく倒れ込んだ。魔王復活を企てている魔族を討伐する戦士は村のリーダーの問いかけに力強く答えた。リーダーは驚きつつもその決意に言葉を失った。お前一人では無理だと思わないのか。あまりにも危険すぎる。そんなことは分かっているが、それでも行かなければならないだろう。奴らの目的が判明したならこちらから仕掛けられる。それに魔王と戦うわけじゃない。計画を実行している魔族と戦うんだ。そこまで無理だとも思わないが。その言葉にリーダーは深いため息をついた。分かった。お前の覚悟は尊重しなければな。そして夜も更けていき、やがて空が白み始める。戦士が村を後にして歩き出す。とにかく情報が何もなかった戦士は当初の目的だった北の山岳地帯へと進むことにした。村を出た後は荒れ果てた大地を進んでいた。目的は明確になったものの、どこで魔王復活の儀式が行われているかなどは分からなかった。もっと情報が必要だ。そして戦士はあてもなくさまよい続けることになった。そんな時、とある山で煙突から煙が出ている山小屋を見つけ、一人の老人と出会った。じいさん、こんなところに一人で住んでいるのか。とつい口走ってしまう。老人はこう見えても必要いんだよとひょうひょうとしている。くたびれた服装と落ち着いた佇まいはただの隠遁者のようにも見えるが、戦士の勘が何かを感じ取っていた。それにしてもこんな山にそんな重武装しながら登山隊も、それとも何か探しておるのか。老人の声は静かでありながら鋭さを帯びていた。戦士は警戒を解かずに答える。魔族が企てる魔王復活計画を止めるために旅をしているが、どこに向かえばいいのか確信が持てない。その言葉を聞いた老人は目を険しく細める。そうか、魔族が動き出したのか。それならばってと老人は語り出した。私はかつて勇者殿と共に魔王を封印した賢者の生き残りだ。戦士は驚き目を見開く。あなたがそれは本当なのか。老人はうなずき、自らの手に刻まれた古い紋章を戦士に見せた。この印はかつて我々が封印を施した証だ。その夜、村ではささやかながらも宴を開いた。とは言っても、いつ魔物が攻めてくるかもしれない緊張感も漂ってはいた。そんな中、村のリーダーが戦士に話しかけてきた。さすがだな戦士殿、君には感謝している。我々で魔物に勝てたのは君の助けがあってこそだ。リーダーはそう言うと杯を高く掲げた。戦士の杯を軽く持ち上げながら、視線をリーダーへ向ける。村人たちも勇敢に戦ったからな。それでもまだ終わってないさ。あの魔族たちはただ襲撃を楽しんでいるわけではないだろう。何か目的があるように見えた。その言葉を聞き、リーダーは表情を曇らせる。確かに、最近の魔族の活発化は何かに導かれているようだと噂する者もいる。戦士も続けている。今回は敵の規模や統率ぶりが尋常ではない。ただの襲撃とも思えない。何かが起こっているのは間違いないんだろうな。するとリーダーは懐から奇妙な巻物を取り出した。魔族の指揮官の持ち物だ。俺には読めないが、読めるか。と、戦士へ巻物を手渡した。戦士は杯を置き、巻物を広げた瞬間、不気味な魔力が広がった。ただの巻物じゃないな。戦士は書かれた文字を読み進めると、魔王様復活計画の一文が目に飛び込んできた。復活計画だと、戦士の表情が険しくなる。文字をなぞりながらさらに読み進めていく。奴らの動きが急に活発化した理由がここには書いてある。しばらく沈黙した後、村のリーダーが戦士に聞いた。これからどうするつもりだ。
王城へと帰還した戦士はすぐさま玉座の前と向かった。陛下、隣の村を襲撃した魔族が持っていた書簡です。魔族の動きが活発化していた理由が判明いたしました。巻物を大臣に渡すと、大臣が声を出して読み始めた。暗黒の我らの同胞たちを長らく封印され眠り続けていた我らの主、魔王様の力が再びこの世を支配する時が近づいてきたのだ。王は眉間に深いシワを刻み、玉座でしばらく考え込んだ。そして王は立ち上がり、辺りを見回した。この計画が進めば、我が王国はいや全ての人間の尊厳が失われる。奴らの本拠地を叩き、魔王復活を阻止しなければならない。人間族と魔族の全面対決の時が来たのだ。王は力強く臣下たちを申した。全軍を招集せよ。兵士たちを結集し、魔族の本拠地へ進軍する準備を整えるのだ。これは我々の存亡をかけた戦いだ。準備が整い次第、進軍を開始する。老人は焚き火を見つめながら80年前の戦いについて語り始めた。彼はかつて王国の最年少魔法大臣として勇者率いる魔法使いたちと共に魔王の封印を完成させた。だがその封印が年々弱まっていくことを予期し、王国から離れてその時を待っていたということだった。魔王を封じた場所、それは北の祠だ。老人は低い声で続ける。あの場所は封印の魔術を最大限強化できるために選ばれた。魔族が復活計画を進めるなら、祠で再び魔王の力を解放しようとしているのだろう。戦士は焚き火の炎を見つめながら静かに決意を固める。そこに行き、奴らの計画を止める。それが俺の使命だ。老人は短く笑い、彼の地図に印をつける。道は険しいが、たどり着けばわかるだろう。戦士は老人に深く礼をし、朝日の昇る頃に出発の準備を終える。老人はどこか懐かしそうに戦士を見送る。なんか懐かしいのを勇者殿よ。あの戦士、まるであなたのような目をしてやったわい。戦士は音を立てないようにその場を離れ、川沿いの安全な場所まで撤退する。村を壊滅させた部隊の指揮官を撃つことはできたが、何も変わっていないことは理解していた。ただ、あの村の光景を少し忘れたいだけだったのだ。しかし、川沿いを先に進むのは危険になってしまう。そこで、戦士は隣の村へ行くことにした。戦士は船を探すが、どの船も襲撃でひどく損傷していた。使える船はどこにもなく、どれも沈みかけていたのだ。船を諦め、足で川沿いを北上することになる。どれほどの距離を進んだだろうか。すでに日は落ち、月明かりが辺りを照らしていた。しばらくして、月明かりの中で焚き火の煙を発見する。その方向に静かに近づくと、魔族たちが野営をしている様子が見て取れた。それは村を襲撃した魔物たちの野営だったのだ。隣の村へ向かうことにした戦士。その道中の魔物は比較的穏やかだと感じていた。村の入り口で村人たちが何やら作業をしているようだ。ここは依然として戦場にはなっていなかったが、村の若者たちが防衛の砦を急増しているところだった。そんな中、戦士を見つけた村人が、この砦で守れるか、占領の意見を聞きたい、と尋ねてきた。さて、どう答えようか。
北の祠に向かうために戦士は川沿いの道を選んだ。濁流が轟く川岸を進みながら剣で道を切り開き進んでいく。ここが最短ルートのはずだ。孤独な旅の重圧に耐えつつ彼は進み続ける。道中で魔族の偵察兵が襲ってくるが戦士が技を駆使して応戦する。貴様らの計画を止めてみせる。敵を次々と倒していくがまるで手応えがないことに違和感を覚える。何かがおかしい。やはりあちらのルートにした方がいいのか。魔族との最終決戦。魔族の切り札として現れたのは大きなゴーレムだった。しかも周囲の岩を取り込みながらさらに巨大化していくゴーレム。地響きを立てて進撃するその圧倒的な姿に人間族は恐れを抱く。それでも前線に立つ戦士の目は光を失っていなかった。風が強くなった。この風が止まった時、雨が来る。すぐさま獅子を飛ばす火の魔術を使える者はあのゴーレムの片足を集中して焼け、魔術を使えない者は魔法使いを守れ、同期兵は木を集めて周りに火を焚く準備をするんだ。魔法使いたちが火球を次々と放ち、ゴーレムの足を壊していく。戦士たちはその背後で迫り来る魔族の状況を押しとどめ、前線を支える。同期兵たちは森から焚き火を運び、即席の焚き火をゴーレムの周囲に配置していく。やがて岩の足が真っ赤に押された頃、空から冷たい雨粒が落ちてきた。バキン、突然鋭い音を立ててゴーレムの片足に亀裂が走る。そして自身の重さに足は耐えきれなくなる。バランスを崩した巨体が魔族の軍隊をゆっくりとしかし確実に傾いていく。来るぞ、地鳴りとともにゴーレムが崩れ落ち、その巨体が多くの魔族を押しつぶした。切り札喪失に魔族は総崩れとなり勝敗が決した。戦場には雨音と断末魔の余韻だけが残っていた。傷ついた兵士たちは勝利に歓喜し涙を流しながら抱き合う。そんな中王が姿を現しゆっくりと歩み出る。重い足取りで傷だらけの兵士たちを見渡す。そして王は高らかに勝利を宣言する。その声は凛と響き兵士たちは歓喜の歓声を上げた。だが戦士だけはその瞳の奥にわずかな悲しみを読み取っていた。王は勝利を宣言する役目を果たしているだけだ。そう、たとえ命の犠牲がどれほどあろうとも、これは人間族が生き残るための戦いだったのだ。負ければ血としての終焉が待っていた。だからこそ王は痛みを抱えながらも勝利を告げたのだった。村の門前に魔族が率いる魔物の軍勢が押し寄せてきた。矢が飛び交い魔物たちの咆哮が響く。戦士は必死に剣を振るい村人と共に村を死守していた。このままでは押し切られる。村のリーダーが叫びながら周囲を見渡す。すると敵陣の中央にいる魔族が鋭い目で全体に指示を出していた。やつだ、中央にいる大きな角の魔物を倒せ。敵の戦意をくじける。戦士はうなずき指揮官へと接近。行く手を阻む魔物たちを突破し剣で一戦。指揮官の首が銃を持った。魔物たちの戦意はそがれ次々と後退していった。残念だがこれでは牛や豚程度の知能の魔物にした効果はないだろう。敵は魔術も使う魔族だ。早めに王城に避難した方が。そう言い終える前に村人は涙を蓄え座り込んだ。そんなことは分かっているんだ。でも俺たちはこの村を、生まれ育ったこの村を守りたいんだ。その時物見櫓の鐘が鳴り響いた。魔物だ、20匹以上いるぞ。村人たちはおのおのの斧を好き、ナタなどを持ち出し迎え撃つ。
村人の肩を抱きかかえ戦士が言った。俺も戦うぞ。一緒に村を守るんだ。あいつらの思い通りにさせるな。この辺りの魔物程度が攻めてきても大丈夫だろうと軽い気持ちで答えてしまった。あそこをもう少し強化すればもっと強固になるかなと付け加えるとアドバイスに喜んでいるようだった。そこへ警鐘が鳴り響く。魔物団20匹以上いるぞ。村人たちは各々が斧やすき、ナタなどを持ち出し迎え撃つ準備をする。しかしこの辺りでは見たことない魔物が複数体混ざっている。あの装備とこの防壁では村が全滅すると戦士の本能が最大限の警告を発している。俺も一緒に戦うぞ。全員で村を守るんだ。あいつらの思い通りにさせるな。目標、右足の内側関節、ゴーレムを転倒させる。戦士は冷静に指示を飛ばす。槍兵、前衛を崩すな。15秒後、臓器兵が突入する。その間に足元を固めろ。ゴーレムの重い足音が迫る中、兵士たちは確実に間合いを詰める。戦士の指示に従って集中攻撃を仕掛け、足元をわずかに崩す。が、ゴーレムはその足を強く地面に突き刺して立ち上がる。未だ、一気に右足を叩け。臓器兵が猛スピードで突撃、槍兵たちもその脚部を狙う。ゴーレムは重い足取りで少しよろけてきました。いける、崩せるぞ。しかし、ゴーレムが足を踏み鳴らし、地面が揺れ戦場が震える。土煙が立ち、周囲の兵士たちがバランスを崩して倒れ込む。その瞬間、ゴーレムの出物攻撃の微動作が始まった。下がれ下がれ下がれ。これには絶対に当たるな。兵士たちは必死に退避するが、ゴーレムの一撃で前衛が全て吹き飛ばされた。戦士もその場を離れようとするが、地震のような衝撃が走る。視界が暗転。マジかよ、なんでこんな。オフラインモードでレイドボスが出てくんだよ。システム戦闘プログラム失敗。プレイヤー安全モードを実行中。ログアウト手続き開始。視界が戻ると、そこは無機質な VR ポッドの内側。排気音とともにヘッドギアが開かれ、ゲームロゴが浮かび上がる。ウォーリアーストーリーズバージョン 3.7.2 難易度オフラインエクストラモード。システムプレイ記録を保存しました。次の選択をしてください。王国は魔族の侵攻に立ち向かうべく必死に軍を整えていたが、準備にかかる時間の想定を超えていた。その間にも魔族は動きを加速させ、王国の至る所で破壊の爪痕を残していく。陛下、魔族が東の要塞を突破したとの報告が。報告を受けた王は深いため息をつき、言葉を絞り出した。急がせてはいるが、準備が間に合わん。兵力を欠いたままでは抗えない。戦士は玉座のそばで拳を握りしめた。このままでは手遅れになってしまいます。たとえ不完全でも動かなければ何も守れません。人間族の軍が整った頃には魔族の進軍は止まらなかった。人間族は奮戦したものの敵の圧倒的な勢力に少しずつ後退を余儀なくされていく。各戦場からの報告が次々と届く。防衛線が崩壊しました。各部隊が退却を余儀なくされています。王は悲痛な表情を浮かべ、薄く震えた声でつぶやいた。もはやこれまでか。数日後、王城が炎に包まれる中、戦士は最後まで剣を握りしめて戦い続けていた。しかし魔族の勢いに飲まれ、自らの無力さを感じざるを得なかった。人々の声は次第に消え、世界は静寂に包まれる。それは希望が失われた静けさだった。荒廃した大地には、かつての王国の面影がわずかに残るのみ。
魔族の影が新たな支配者として世界を覆い尽くしたのだ。かつて人間族が生きた証がどこかに残り、それを見つけた者が物語の続きを紡ぐことを願って。あなたの選んだ道がこの物語を紡ぎました。この冒険もいくつかの物語の中の一つ。でもあなたの選択がなければこの世界は生まれなかった。これからもあなたの決断で運命を変えていってください。物語の外でもあなたの旅が実り多くののでありますように。ではまた次の物語で再びお会いしましょう。楽しみにしています。